映画部屋プラスにようこそ。皆さんこんにちは。今回は2026年上半期のネトフリカンドラトップ10を世界中の視聴者が採点したスコア順に紹介します。私の独自評価のランキングも最後にご紹介していますので、最後までご覧ください。早速第10位からスタートです。第10位はアン・ヒョソプさん主演の本日も完売しましたです。深刻な不眠症に悩まされるカリスマ通販番組 MC のヒロインがある田舎町でいくつもの顔を持つ謎多き天才農夫と出会い、互いの傷を癒し合っていくドラマです。見どころは通販の華やかな舞台と素朴な農村という正反対の世界の対比、そして昼夜を問わず交差する2人の軽快なテンポの掛け合いです。私の評価は見やすさ度が満点の5のお手軽ラブコメ。世界評価は最下位の 6.9 点と低めですが、主役2人の掛け合いと配役の良さで私は世界が言うよりもかなり楽しめました。第9位は配信直後からネットを震撼させた学園オカルトホラーキリゴです。投稿するとどんな願いも必ず叶うという高校生の間で噂の謎のアプリキリゴをめぐり、願いの代償として死へのカウントダウンが始まってしまう恐怖のドラマです。見どころはアプリに翻弄され嫉妬や欲望に狂っていく若者たちのリアルな心理描写と息詰まるスリラー演出です。私の評価は一気見度は満点の5だけど見やすさ度は2。引き込まれる緊迫感はすごかったのですが、ホラー演出が人を選ぶため私の中では今回の最下位という衝撃評価になりました。第8位はブラッドハウンドシーズン2です。拳一つで悪に立ち向かうプロボクサーの青年たちが今回はさらにスケールアップした国際的な地下ボクシングリーグの陰謀に巻き込まれていくハードボイルドアクションです。見どころは前作をはるかに凌駕する生身の肉弾戦と圧倒的なスピード感です。男たちの熱い友情と泥臭くもスタイッシュな格闘シーンから一瞬も目が離せません。私の評価は配役神度と一気見度が満点。世界評価は 7.3 点ですが、肉弾アクションのキレと男たちの熱い友情がとにかく最高で、私は世界のスコア以上に大満足した大好きな一作です。第7位はシン・ヘソンさん主演の心理ミステリーサラ・キムという女です。高級ブランド街の下水溝で顔の潰れた女性の変死体が発見され、その身元が謎に包まれたエリート支社長サラ・キムと判明したことから始まるクライムサスペンスです。見どころは執念深く迫る刑事の捜査と関係者たちの証言によって二転三転していく主人公の本性と隠された偽りの過去を剥ぎ取っていく心理戦です。私の評価は配役神度が満点の5。シン・ヘソンさんの怪演っぷりは世界評価の 7.3 点に私も納得のクオリティです。ただドハマり度は3とサスペンスとして手堅い位置づけです。第6位はパク・ウンビンさんとチャウヌさんの豪華共演で話題のワンダーフールズです。1999年の世紀末を舞台になぜかちょっと惜しい不完全な超能力を手に入れてしまった田舎町の若者たちが地域を揺るがす大事件に巻き込まれていく世紀末アクションコメディです。見どころはどこかレトロで愛おしい90年代のノスタルジックな世界観とポンコツヒーローたちが繰り広げるドタバタな笑いです。私の評価は配役神度が5、ドハマり度は4。チャウヌさんとパク・ウンビンさんのケミが最強で世界評価の 7.4 点以上に私はがっつり楽しめた世紀末コメディです。第5位はパク・シネさん主演のミス・ホンは潜入調査中です。1990年代のソウルを舞台にある重大な国家機密を追うエリート女性調査員が平凡な大企業のドジな新入社員になりすまして潜入捜査を行うオフィスロマンスサスペンスです。見どころはスリリングな潜入ミステリーの緊張感と正体を隠しながら進むもどかしい社内恋愛、コメディとシリアスのバランスが絶妙な一作です。私の評価は見やすさ度は4、一気見度は4。世界評価は 7.5 点と上位ですが、私の中では良くも悪くも王道の潜入サスペンス。手堅い良作ですが5位に落ち着きました。第4位はキム・ソンホさん
コ・ユンジョンさん、そして日本から福士蒼汰さんが出演するラブコメ「恋の通訳できますか?」です。自分の感情表現にはめっぽう不器用な一流通訳士の主人公が世界的人気トップ女優の担当通訳になったことから始まる予測不能なドラマです。見どころは外国語の壁ではなく、お互いの本当の心の言葉がうまく伝わらずにすれ違う2人の絶妙な会話劇です。私の評価は胸キュン度と見やすさ度が満点の5の超高得点。世界評価の 7.8 点も高いですが、主演陣の魅力が爆発していて、私の中でも文句なしのトップ争いに入った神ラブコメです。第3位は日本でも大ヒット中のファンタジー「素晴らしき新世界」です。朝鮮時代に無実の罪で毒殺されそうになった王の側室の魂が現代のソウルを生きる無名女優の体に憑依して目覚める波乱万丈の転生ロマンスです。見どころは冷酷な財閥御曹司との運命的な恋模様。ヒロインの強烈な言動に戸惑いながらも次第に心を奪われていく御曹司との掛け合いが最高に魅力的です。私の評価は配役神度、ドハマり度、一気見度が満点の5。世界評価は 8.0 点の3位ですが、ヒロインの強烈なキャラクターと運命に翻弄されるロマンスが最高に面白くて、私の中では文句なしの第1位に輝いた大本命の作品です。第2位は誰だって無価値な自分と戦っているです。夢に破れ孤独を抱える青年と過酷な現実に疲れ果てたテレビプロデューサーが出会い、お互いの傷を静かに癒していく感動のヒーリングヒューマンドラマです。見どころは現代人のリアルな葛藤や嫉妬を等身大で描いた丁寧な心理描写です。マイディアミスターの脚本家が紡ぐ深く心に刺さるセリフの数々は必見です。私の評価はドハマり度は5だけど見やすさ度は2。世界評価は 8.5 点と大絶賛ですが、話が重すぎて私は8位まで下がるという今回一番の衝撃評価のズレとなった作品です。そして栄光の第1位は鉄槌教師です。無法地帯と化した学校の暴力を撲滅するため強権保護局から派遣された型破りな特別監督官が悪質な不良や腐敗した学校の闇を法律と拳で容赦なく叩き潰す社会派のアクションヒューマンドラマです。見どころは一切の容赦がない爽快感抜群の格闘アクション。現代の教育問題を鋭く突きながら悪を徹底的に成敗する展開がスカッとします。私の評価は一気見度、ドハマり度、配役神度が満点の5。世界評価 8.7 点という圧倒的な数字に私も平均 4.0 点の高得点で納得。悪を拳でぶちのめす爽快感は世界も私も認める傑作アクションです。世界評価と私の独自評価をランキングで並べた最終結果がこちらです。並べてみると評価のズレが浮き彫りになりました。大きなズレは世界2位で大絶賛の誰だって無価値な自分と戦っているが、私の中では話が重すぎて8位まで下がったこと。逆に世界では3位の素晴らしき新世界があの強烈なキャラクターと運命的なロマンスの見事さで私の中では堂々の第1位に輝きました。世界基準のスコアも作品選びの参考になりますが、やっぱりドラマは自分が直感で面白いと思えるかどうかが一番大切ですね。皆さんは今回紹介した10作品の中でどのドラマが一番ハマりましたか？私は世界評価の方に納得、いや私もその意見に共感など、皆さんの本音の感想をぜひコメント欄で教えてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画は7月3日金曜日の夜7時に配信です。次はどんな動画が来るのか楽しみに待っていてくださいね。それでは次の作品でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録は忘れずにお願いしますね。これからも応援お願いしますね。次回の動画もお楽しみに。またお会いしましょう。